스카전 강대기どでかチカちゃんの次は怪獣か。まさかそんなはず。天井が通信回路途絶っす。外部モニター転送不能。覚醒人の状況全く分かりません。さくら、何かわかるか？聞こえるよ、声が。全員最下層まで降りるぞ。覚醒人を回収だ。異論はねえだろうな、姉ちゃん。でもアルジャーヌの危険性はまだ。勇気のねえ奴は上に残れ。みんなバリア君忘れんなよ。ヒノキ、ヒノキ。何？もうずいぶん経つけど空気大丈夫なのかな。多分ね。ボトム・ザ・ワールドの妙なアトラクション、ドデカチカちゃん、それに人から変身した怪獣、ありゃ一体何？知らない。この覚醒人1号ってどっから見ても現用兵器じゃなさそうだけど、ボイスコマンドとか思考制御システムとかも使ってるし、なんかすげえロボだよな。そう。やっぱ国家機密なのか？よくわからない。私バカだから。バカだな、ヒノキは。何よ、すぐバカバカ言わないでよね。ヒノキ、覚えてるかな？お前カエル好きなくせに触れなかっただろ。
だから俺なんか自慢したくってさ、しょっちゅうカエル持って歩いてたんだよな。懐かしいな。もう10年以上前か。あの頃の俺の手いっつもぬるぬるでさ、ぬるぬる。よまた会えたな。よっしゃメンテキャリアを寄せろ。社長、実は採用ですね。当たり前だ。俺式のことで潰れちまっちゃパーフェクトウェアの名が泣くぜ。モディワープの姉ちゃんはどうした？奥の方に行ったんじゃない？バリア君つけとけよ。死ぬぞ。おい姉ちゃん、カクタスはいたか？死んでんのか？ええ、多分。5、6メートルってとこか。チカちゃんはこれより5倍ぐらいでかかったが、一体どこに隠れて？おい！お！やれやれ。モーディワープご自慢のアミュレットスーツも役に立たなかったな。やはり石化している。あっけねえもんだな、カクタスのやつまで。柳君たちもまだ帰ってこれません。場合によってはあの少年をヘッドダイバーの補充要員として考えたいのですが。補充ね。ヘッドダイバーも死んじまえばはいそれまでよってか。ごめんなさい、そんなつもりじゃ。あまりにも多くの犠牲者が出たので混乱してて。とにかくあのガキはうちの会社に連れてくぜ。お願いします。私も後から向かいますので。おい待てよ、俺を置いてくんじゃねいやまた会えたね。俺青野啓太、ヒノキの幼なじみなんだ。君はいつもそこに座ってんの？さくらは普通の人と違うから気をつけて。まだ近くにいるよ。え？何が？はい、警察には単純な事故として処理してもらいました。アトラクションの暴走は総合管理プログラムの改変によるものと推測されます。生存者の証言では被害者の9割が互いに殺傷行為を行ったようです。直接アトラクションに殺害されたのはカクタスを含む数人のみ。いずれにしてもこれ以上の被害が出ることはないと思われますが。これから教授に会います。ようこそ赤松工業へ。はあ、ニコチンロット28号の新製品、ホッピングパケッシュマーク2限定バージョン。まるで犯罪組織のアジトですね。口紅から機関車までってな。我が社は規模こそ小さいが技術力は日本一だ。ロボットの開発なんぞへのかっぱよ。でも覚醒人1号ってどうやって動いてるんですか？基本的な質問だな。企業秘密だがまあいいだろう。りっちゃん教えてやってくれ。私が？俺は忙しいんだ。よろしくお願いします。覚醒人1号、ま、本当はニューロノイドっていうらしいけどさ、もともとは人に有害な環境とか危険な場所とかを調査とか分析とかする乗り物なのよね。とか
全身にリンカージェルっていう人間でいう血液みたいなもんが流れてて、それが乗ってる人の脳内インパルスっていうのを全身に伝えてるっていう。大気中から必要な物質を取って合成する TM システムもそれで動いてるんだって。 TM システム。合成した化学物質を一気に放出するのがあんたも経験したシナプス弾撃よ。ジェルは酷使すると不純物がたまるんで、時々こうやって透析しないと覚醒人は動けなくなるってわけ。リサイクルか。赤松工業ってすげえっすね。でも中枢ユニットはモーディワープからの借り物なのよね。モーディワープ。それにデュアルカインドじゃなきゃ動かせないし。は？よっしゃ作動してたぜ。データロガーね。おうよ、全部記録されてるはずだ。チカちゃんと戦ってたあのベターマンとかいうやつがな。ベターマン。肝臓の細胞ですか？石化というより繊維化だ。人間の肝硬変によく似ている。だがこれ以上の解析にはもう少し時間がかかるな。そうですか。確かに肝細胞は核も2つ、遺伝情報も2倍、再生力も桁違いに速い。ということは宮古君、君はやはり研究室の人間だ。こっちに帰ってくる気はないのかね。なすべきことを終えてから、今はそれしか言えません。カクタス。俺のデジロボ結構強いっすよ。モデムは赤松工業製だ。負けるわけにいくかい。はあ、攻撃を吸収してる。こんな裏技聞いたことないよ。大人の実力思い知ったか。さすがはミルスペック適合品ですね。ほとんど無傷です。モーディワープは金あるよな。なんとかなりそうですね。しかし他の回路はひでえもんだぜ。シールドされてないユニットは丸ごと交換っすわ。電磁パルスか。おそらく今後は対 NBC 装備も強化しないといけませんね。高くつくっすよ。どうせ請求書はモーディワープ行きだ。ついでに夏の社員旅行の旅費も上乗せしておくか。それは許可できませんね。お早いお帰りで。あら、ああ、青野くんでしたね。はじめまして。モーディワープ観察部から出向で来ている宮古あさみです。どうも。モーディワープですか？見せてもらいました。あなたの素晴らしいデュアルカインドの能力。デュアルカインド？ケイちゃんがデュアルカインド？どうしたヒノキ、顔が青いぞ。カクタスのことでナーバスになってるんすわ。分かってやって使わさい。葬儀はどうするんですか？ジムのグミちゃんが手配してるよ。さっきからよくわからないことが、モーディワープとかデュアルカインドって。人間は共同生活においてフェロモンや遠赤外線などさまざまな信号をやり取りして影響を与え合っています。例えば同じ趣味を持った友達とは会話が弾むでしょ。そうですね。
同じクラスのウッシーと一緒にいるとミリタリーの話で盛り上がっちゃって授業中も怒られてばっかだし。それと同じです。デュアルカインドとは2人揃うことで脳内インパルスを高め特殊なエネルギーを生み出す能力の保持者。そしてニューロノイドはデュアルカインドの能力を数万倍に増幅し、それを動力源として稼働するのです。調査分析力に長けたアクセプトモード、移動力馬力を強化したアクティブモード。これらの能力を確実に引き出すためにも2人のデュアルカインドがヘッドダイバーとして登場する必要があるのです。だから本部で検査を行い、青野くんがデュアルカインドとして正式に認められたら、私たちの仕事を手伝ってもらいたいのです。仕事ってダメ。ドデカチカちゃんをやっつけるとか？アルジャーノ。ん？今回の事件の源、今人類が直面している最大の危機。それって分かっていることは人が死ぬということだけ。そのアルジャーノンの正体を突き止めるために組織されたのがモーディワープなのです。なるほど。でも僕なんかに手伝えることはあるのかな？ダメ。ん？ダメ。あなたも死ぬのよ。ヒノキ。今まで何人死んだと思ってんの？大丈夫。さくら。ケイタさんならきっと大丈夫だと思う。おお、さくら、起きててもいいのか？お待たせ。あん？データ再生できますよ。よっしゃ、見てみようぜ。モーディワープがアルジャーノンの正体を知るための手がかりとしているベターマンとやらをな。覚醒人のジェルリミットあたりまで送るっすわ。ノーマル彩色に補正します。電子レンジみたいなやつっすわ。消えた。超音波の圧力層を作り出して光の屈折率を変えただけだ。超音波振動で周囲の水分が霧になってるのか。加湿器みたいなやつっすわ。コウモリやイルカに見られる音波によるセンシング、その機能が極度に発達したもの。覚醒人のシステムが焼き切れたのってまさか。超音波と電磁パルス、大気と場の違いだけでどちらも振動だからな。カエルの面になんとやるか。この音はもしあの能力がエコーロケーションに極端に発達したものなら、サイコボイス。紀元前2500年アーリア人がソーマを食することで発したと言われるあの。
でチカちゃんを破壊した。先の無知による攻撃は相手の構造を分析するためのもの。固有振動に合わせて超高周波を発し、物質崩壊に導いたってことか。戦意か。さくら、何かを受信したんですね。我らの希望、危険。どうしたの？さくらの特殊能力よ。場に存在する意識の波、リミピットチャンネルからさまざまな情報を抽出しているのです。はあ？違う。似てるけど違う。あれは。こいつが遺留品の中に混じってたっていうのか。ええ、触った感じ今までにない材質だと感じたんで調べてみたんですけど。要するにこれは人間の爪みたいなもんでできてるってことか。ええ、でも爪というよりは硬質化した幹細胞に近いですかね。行っちゃダメ。逃げられないよ。たくさんのお人形、かわいそうな傀儡たち、空の上、近づいてくる、群がってくる。あなたの腹渡えぐり出す。